金さん、今日は、インタビューということで、すみません、ありがとうございます。まず金井さん、何歳になられましたかね。49の年やけど、はい、2月が誕生日やから48。48歳ですか。仕事は何をされているんですか。トレーニングジム経営などなど。出身は、兵庫県明石市。どんな家庭で育ったんですかね。まあごく普通の両親と、母方の祖父、祖母と同居で、兄弟は3人、弟妹、スタート7人で始まってます。幼少期はどんな子供だったんですかね。力は強かったね、やっぱりね。強かったね。やっぱりそういう素質があった。今思えばね、当時はあんま気づかなかったけど、小さい頃から力が強かったんですかね。そうやね。小学校4年で大人と腕相撲して勝ったりしてたし小学校の時から担任の先生と相撲を取っても勝ったり負けたりしよったね。すごい小学生ですね。中学ではどんな学生だったんですかね。いや、もうほんとごく一般的な勉強嫌いな、学生でした。部活はね、入ってたんですかね。最初剣道部に入って、すぐ辞めちゃって、でその後柔道部に入って、である程度は活躍するようになって、1年ぐらいですけどね、柔道をしてたので。高校生活はどうだったんですかね。高校生活はね、ツーリング部というのがあって、高校にバイク乗ってツーリングしました。アームレスリングにハマるきっかけは何だったんですかね。オーバーザドッグというスタローンの、映画を見て感化されて、やってみたいと思ったのが初めて。最初に出場した試合は何ですかね。第1回兵庫県アームレスリング選手権大会。これ初めて全日本に出場したのは何歳だったんですかね。ジュニアはだからその流れで1994年にジュニアに出て、で翌年一般で、出たのが、19歳か、19歳1995年ですね。結果は、マイナス80キロで清松さんっていう選手が昔神奈川にいて、でその人に負けて2位でした。2位だったんですね。自信はあったんですかね。当然優勝する気で行ってますし、自信満々やったと思いますよ。最初に出場した世界大会は何ですか。その翌年の96年のアメリカ・バージニアで行われた世界選手権、何回か忘れたけど、75キロで。75キロで。何歳の時だったんですか。20歳で。多分20歳で世界大会。どういう思いから挑戦する運びになったんですかね。やり始めたきっかけが、世界一になろうと思って始めたので、その過程で世界大会に出るのがすごく自然な流れだったと思います。世界のレベルは想像していたのとどうでしたか。結果0勝2敗で全く勝てず、さすが世界大会、世界は広いなと思いました。ズルティツアーワールドカップに出場されましたが、その時の思い出を聞かせていただけますか。
とにかくでかい、みんなでかい。そのすごく大きい選手がたくさんいて、ロビーの受付でこうホテルの受付で名前書いてる時に横にティム・ブレスナンとクリスチャン・ビリーっていうアメリカの選手がいて、こうやって見上げて書きながら、うわー、こいつら観光客ちゃうやろなって思ったのが印象的。イギリスのマンチェスターで行われたアームウォーズの話を聞かせていただけますか？だからそれに出てたら、そのイギリスのニール・ピックアップに声かけてもらって、はい、このイギリスでやってるから、はい、アームウォーズを出てみないかと言われたのが最初。アメリカのラスベガスで行われたアームウォーズの思い出はありますか？あれ覚えてる。二頭筋を断裂してね。二頭筋断裂。1回戦で。まあこれももうここで初めて言うけど、これとっておきの話。みんなドン・アンダーウッドが強すぎて切れたと思ってるけど、大きな間違いで、これ二頭筋って短頭と長頭2本ここついてるわけよ。もう練習で短頭が切れとったよ。ほんでもう1本しかなくて、あの時もだからそれでまあちょっとの力で切れるだけで、さすがに1本切れた状態じゃあのレベルでやるのは厳しかったね。すごいお話ですね。フジテレビで放送されたジャイアントキリングで全盛期のボブ・サップとの対戦が印象的ですが、どんな心境だったんですか？やっぱりすごい大きな人だけど、さすがにテレビの前で負けれんやろうというのが本音で緊張しました。現在は引退されてますが、現役時代はどんなトレーニングをされてたんですか？一貫してそれは言ってますが、実践練習がメイン。比率で言うと7382ぐらいが実践練習、78が、2位か3がウェイトトレーニングで補強する。もう今も現在、今も昔もそのままです。引退されてもなおアームレスリングをやり続けている理由を教えていただけますか？ジムやってるからね。鉄腕ジムがあるし、根本はそれでやっぱ生徒がね頑張ってる姿を見るわけですよ。やっぱり強いなりに弱いなりにみんな一生懸命やってるから、それを何年も見続けるとやっぱり火が消えたけど、くすぶられますよね。で周りはつけようとしてくる、その日を。その選手に限らず、こう選手じゃない人に限らず、みんな日本語通じんなと思うけど、強くなる秘訣は何ですか？諦めない。続ける。対戦したい選手はいますか？日本で国外で、まず日本では根本的にどちらももう引退してるんで、誰を目標とかもなくて、今だとね、今度イーストベース決まってるから、一生懸命頑張りますよ。そうですね。11月2日に電撃復帰されて、トッド・ハッチングスとされますが、意気込みをお願いします。当然やり始めた30年前の第1回表現大会と一緒で当然勝ちに行くし、楽しみです。